ようこそ、杉内ゆかです。本日の日本に関するお題。日本の一般社会の中で漫画ってどんな立ち位置？問題です。日本ね、漫画、アニメ、オタクカルチャーみたいにね、言われてますけれども、私も漫画好きです。アニメもね、昔は見たりしてました。なので、すごく好きなんですけど、じゃあこの一般的に言われるオタクというほどのめり込んでいるかというとそこまでではないです。一般的に漫画読むよねぐらいな感じなんですけど、そういう立ち位置から日本漫画どういう雰囲気で見られてるのかなっていう話なんですけど、これね、もう文化としてね、結構ね、浸透してますね、随分。20年くらい前までは、電車とかでね、漫画読んでると、もう大人になったのに、いい年して漫画読んでんなというね、怒られるっていうか、ちょっと、大人のね、もっと大人の人たちにちょっと怒られちゃうみたいな雰囲気ね、あったんですけど、面と向かってじゃないんですけど、漫画を読むとはどういうことだみたいな、漫画は子供が読むものだみたいなね、雰囲気がかすかにあったんですけど、もう、私40代なんですけど、私がね、子供の時、10代中頃ね、週刊少年ジャンプっていうね、すごい売れてた漫画が、週刊なのに600万部売れてたんです。600万部、日本で。漫画が。もちろん私は類に漏れず、もう買って読んでましたよ。もう当時はドラゴンボールとかね、シティーハンターとかね、スラムダンクとか、そういうのがね、こうリアルタイムでやってました。ちなみにドラゴンボールはね、トランクスが初登場してて、これ誰みたいな、それはいいんですけど、そういうことがあったよっていう話なんですけどね。そういったような感じの、うちらぐらいの世代以降は、もう漫画がね、すごく売れてて、漫画が浸透してるっていう空気感を持ってるため、もう、そうですね。だからもう電車でね、漫画読んでても、漫画読んでる人いるなーぐらいで、浸透してます。あともう今はね、スマホがあるから、もうスマホでね、漫画ね、見てますね、みんな。ママ友とかも見てるし。私も見たり、無料漫画とかあるじゃないですか。今すごい無料で漫画見てたりするんですよ。ほんとすごい世の中になった。そんな感じなので、漫画カルチャーね、オタクじゃなくてもね、全然楽しめます。なんていうんですかね、オタク界隈の中でうわーっと盛り上がって、社会現象になったら、そこまで、熱中してない人も買ったりね、借りたりして読むっていう現象もね、起きたりするので、みんな結構漫画好きなんじゃないかなと思います。もう私とかはね、もう漫画めちゃめちゃ読んでたんで、スポーツのルールは、ほぼ全部漫画で覚えました。楽しかった。みたいなね、もう思い出なんですけど、そういう感じでね、日本漫画、とっても楽しく、文化に浸透しております。ということで、本日はここまで。チャンネル登録、コメント、評価ボタンなどいただけますと本当にありがたいです。ありがとうございます。ごきげんよう。